絶対あり派はいないんだね。確かに。ありな意見。あありな意見。なんかもうちょっと真面目っぽくなっちゃうけど、なんか今の現代の人ってもう現代、リアルとデジタルの境目が結構なくなってるような気がして、なんかその観点で言うともう LINE でテキストでやってもなんか同じなんじゃないかなと思うし、あと告白って別に LINE でしても言葉で言っても告白って事実は変わらないから、なんかもうどっちでもいいのかな。あとその例えば会えない時に告白したくなる時もやっぱりあるから、なんかそれまで我慢ができないのはやっぱり LINE の方がそれを叶えてくれるかな。でも一番こっちにしなかったのはやっぱりまだ現代人になれてないっていう、自分がデジタルな人間に慣れてないっていう、あとなんかリアルで言ってほしいって言われたことも過去にあって、それね引きずってるって一回一回ありの結構さアンダースタンディブルな感じのさLINE でも OK 意見だったと思うんだけどさ、逆にめっちゃ反対側にいる人さ、いや多分今聞いてどう？意見としては。でも単純に目の前でこうやって話してその言葉を伝えるほど伝わるものはないと思う。例えばこのディスカッションでさえ、LINE 上でこの内容話し合いますかっていうのと、あとここで話し合ってるのって多分絶対なんだろう、もう濃さが違うわけじゃん。だから自分でもし告白するとしても絶対言葉で伝えたいし、あと目を見て話したいし、伝えられるとしてももちろんその場で伝えられたいし、それに LINE で告白なんか言ったらもう1日100人だって送れるじゃん。極論確かに。極論だね。会ってするんだったらその時にしかね。そう確かにね。ちょっと移動してます。ちょっと。ちょっと本当にちょっと。前だけでもない。なんで一番こっちになっちゃったじゃん。なし派がしゃべる回になっちゃった。なし派になっちゃったじゃん。最後は気に入ってる。いやでもそうだよね。やっぱさ女の子ってさやっぱ直接されたい子が多いじゃん。でやっぱなんで告白するかってもうそりゃ付き合いたいからじゃん。そりゃ付き合いたいよ。だったらそりゃね告白して成功率高い方にするよね。本当にさ実際に言った方が成功率高い？いや僕一人のデータしかないけど実体験だったら直接の方が多いかなとは思います。まあ、大体男が告白しますもんね。だからもうほぼするならで考えちゃってるけど、でもやっぱされても直接の方が嬉しいかなっていう。LINE だったらやっぱ表情とかも分かんないですよね。画面の向こう側で今なんか誰かと一緒にいるのか一人なのかとか、お酒飲んでるのか飲んでないのか、どこにいるのかとか、本当に画面の向こう側の様子が全く分かんないっていうのがまず嫌だなって思う。相手の状態が分かんないです。ちょっと一番さこっち側として意見言ってもいい？ちょっと一番こっち側になっちゃったからさ意見言うんだけどさ、直接でしか伝わらないことってめちゃめちゃわかるし、言葉だったりとか目を見て言うとかっていうのをすごく大事にして生きてはきたんだけど、 LINE でもいいって思うの理由が2つあって、1つ目が自分がするなら言えん私目を見て好きですって多分言えないなと思ってね、最初は。だからそれが1つ目、自分なら言えない。で2つ目が私 LGBTQ+ の当事者なんだけど、好きになる人が、性別が関係ない人なんだけど、で関係ないからこそ、例えば自分の同性と付き合う時にすごく人に見られて、誰かしらが見てる状況とか街とかでもなんか同性に向かって好きですっていうのがちょっと抵抗があったりとかする。周りの目やっぱりまだ日本はあんまり変わってないからちょっと抵抗があったりとかして、 LINE だったら2人だけの世界、2人だけの画面で言えるからっていうのはちょっとあるかなと思ってて、っていうのが2つ目の意見で、だから本当は表現者であるし、もう人のもう目を見て喋ってもこうやってねみんなの空間にいるっていうのはすごい好きだけど、文面だったりとか LINE だったりとか SNS 上で気持ちを伝えるっていうのも
完全に否定はできないなと思ってて、一つの手段。そうだから真ん中。なんか最終目的のさ、その告白が LINE っていうのはちょっとあんまりなんだけど、だからあくまでもこう LINE は例えば付き合ってから好きだよってこう日々の伝えるためのツールとかとしてはいいと思うけど、それがなんか一番大事な部分の告白としてなっちゃったらちょっと寂しいかなって。まあ、手軽だからこそそういうことになる。でも手軽になっちゃう。手軽って思ったらちょっと怖いかもね。確かにね。だってさ、めっちゃこっちが気持ち重いのにさ、なんか手軽に好きですって打たれてたらなんか、みたいになるかもね。LINE のそのなんかイメージとかにもよりますよね。 LINE ですることに対してイメージ。そう手軽とか気軽に送れるのがやっぱ LINE っていうイメージがやっぱ強いから、やっぱその文章だとってなっちゃうの。もしそれがさ、例えばさ、トイレで偶然その告白の LINE 開いちゃったらさ、超なんかあれがらしくなっちゃうね。すごいカジュアルな感じ。確かになんか受け取り側とのさ時差がさあるかもしれないっていうところでさ、確かにトイレで開いたらちょっと冷めるかもしれない。ピコンってなってさ、好きですとかちゃんとさ、めっちゃピンポイントだけどね。確かに。いや、それはちょっと嫌かもしれない。例えばだけど、付き合う前に例えばデートしてるか、その日遊んでるとして、その日のその流れがあって、一番最後にお互い同じ空気感をシェアしながらの告白っていうものにすごい意味があるんじゃないかなって思う。それに響いてこっちに。さっき響いちゃったから。なんかただのコミュニケーションってその言葉だけじゃなくて、やっぱりそのどの場所に行くとか、どのタイミングで行くとか、あと空気感出すとか、なんか無数のあと表情とか無数の見えない部分もやっぱりコミュニケーション。やっぱ告白っていう人生にね、そう何回もあるわけでもないタイミングで、やっぱそれを全部フルに発揮すべきだなっていうふうにちょっと納得してしまった。いいななんか。でもさっきさカイクのさ意見にすごい私が納得っていうか、こっち寄りになったことがあって、遠距離でお互いに惹かれ合ってる状態の時に会えない状況って仕事だったり学校だったりいろんな時であるじゃん。っていう時にさ、もう今気持ちを伝えたい、我慢できないっていう時にそれを例えば半年我慢しますとかってできるのかなって思ったら LINE っていう方法もありなんじゃないかなってすごい思って。長く会えないなら、その会えないからこそ逆にちゃんと対面で言ってほしい。その LINE なら普通の日々の会話とかで遠距離でもできると思うんだけど、告白までその LINE でいいのみたいなのはちょっと思っちゃうかも。半年に1回しか会えないとしたら、半年我慢してくださいって、我慢してほしいみたいな。我慢してほしいっていうか、なんかそこまでならあっちゃえ。なんか少しでもマジで1ミリも会えないってこともあんまりないと思うから、ちょっと頑張れば会える。ちょっと頑張れば頑張らない？頑張ってくれる。頑張頑張るから頑張ってっていうのは思っちゃうな。そこに本気度が見られる。本気度っていうかそこで測られてる。怖い。なるほどね。ヒッチハイクで来ました。それはちょっとロマンチック。わからなくて。早くできました。いいね。言ってほしいわ。